菅陽子さん当時14歳、爆心地から0.9キロにある広島女学院の教室で自習中被爆しました。家族も全員被爆し、父親は4日後防空壕の中で死亡しました。戦後結婚し一児を設けました。私たちは建物疎開の動員のためにここに来ておりました。そしてその時のね、いでたちは13歳14歳の少女たちがね、白い鉢巻きをキリリッと締めまして、そして白いブラウスにもんぺに救急袋を肩からぶら下げたとても勇ましい姿でね、ここの校庭に整列しておりました。そして院長先生とかその他の先生たちのね、訓示とかお話がありまして、そして今からそれじゃあその現場へね出発するという寸前になりましてね、先生がね、今は今日の作業はとてもきつい作業だから、今日体具合の悪い人はね、そこで倒れたりしてはいけないから、クラスで2人ずつね休んでもよろしいという指示がありまして、そして私もそのうちの一人として申し出たわけです。そしてその友人たちがね現場へ勇ましく出て出発していくのを私たちはね手を振って見送りまして、そして申し訳ないような気がして、私たちは図書室の方へね行きまして、でもう一人友人が一人安井さんというね友人が一緒に休むことになりまして、そして図書室の方へ本を借りに行きましたら、やはり残留組がね数人いまして、そして本を借り出したりしておりました。その朝はとても静かな朝でね、何にも物音一つ聞こえないんですけども、その時にふっと私飛行機の音を聞いたんですね。で飛行機の音がするって私が言いましたら、飛行機は今通ってるわけないよってもう一人の友人が言いましてね、でそれじゃあ窓を覗いてみようかいうことになりまして、で2人がそこのこちらのね窓側の方へ出てきまして、そして窓を覗いたんですね。そしても何もありませんから、何も飛行機の音じゃなかったんだねと2人で言いながら窓の中へ引っ込んだんです。そしてその途端にもう机に戻りつく間もなくにねピカッと光ったわけですね。そして振り向くともう私の目の前は真っ黄色にね、本当にもう黄色っていう感じの光が増していたわけですね。でその後はもうドーンという激しいね激烈なショックとともに私たちは吹き飛ばされたらしくて、それからしばらくは自分にはねあまり意識もしてないし、失神していたんだろう思うんですよ。そして失神したままどれぐらいの時間が経ったのか私も分かりませんけども、口の中が壁土でですね、もうびっしりと口の中が詰まってるんです。だから話をしたものを言おうにもものが言えない。でそれをペッペと吐き出しましてね、そして友人はどうしたかなと一番に気がねかかりまして、それでその人安井さん言うんですけど、安井さん安井さんって呼んだんですけどね、声がないわけですよ。それでなおも呼び続けているうちにねかすかに返事があったわけです。それでどの辺りかもこれまた分かりませんよね。もう相変わらずの真っ暗のね闇の中です。昼間でもねもう校舎がびっしり潰れているんですから真っ暗闇の中なんですよね。それでその闇の中で2人は手を探り合いながらようやく探り合うことが
手を取り合うことができたんです。そしてまあこれは一体全体どうなったことやらどうしたんだろうかねってまあ2人で話すことですよ。そしてそのこともねまあ私たちの学校がね狙われたんだろうと敵機にやられたんだと私らはまあ思ったわけですよね。でも2人はね身動きできないわけですよね。全然身動きできない。そしてだけどその状態から一刻も逃れたい気持ちはね流行るばかりで、そしてもう一生懸命に動くんですけど体が思うように動かないんです。それでその彼女はねどうも怪我をしているらしくて痛い痛いと言って泣くわけですよ。それで私がまあとにかくしっかりしなきゃいけないからね頑張ろうっていうことで、まあ私は怪我をね自分ではまあ痛くなかったもんですからその時はね、それでもうとにかく体を動かせるだけ動かして、その状態から脱出しようと思いまして、それで動いてたんです。そしたらさあと一筋の光が差し込んできたんですよね。でこれは助かった、屋根がすぐと近いんだと思いましてね。それでまあ一生懸命に私一人がもう動き回りましてね、それで天井らしきものを一生懸命に板をねはぐってみたり瓦が落ちてきてみたりいろいろして釘に引っ掛けられたりしながらもね、まあその光の輪をねだんだんに私広げていったわけです。そしてこれで助かったんだっていうもう実感にね、まあその時は喜びまして、それで彼女に助かったよ、もう私たち助かって逃げられるからもうここで頑張らなくちゃ言ってね、それで友人に一生懸命私励まして、それで出ようとしたら出られないんですよね、足が引っかかって。それで出られないよ私出られないよって泣くんですけども、まあとにかく出ようと。でそうこうしてるうちにまあうまい具合に彼女がね抜け出ることができたわけです。それでその友達が私その屋根の上にね引っ張り上げまして、それで2人がその屋根の上に立ち上がったんですね。で今まで暗闇の中におったもんですから、まあその時のね光の強さといったらありませんでしたよね。そして明るいところでその友人の姿を見ればね、頭からもう血をベトベトに、髪の毛はベトベトにその血で濡れているんです。そして足なんかも大怪我をしておりましてね、それで彼女がね私に見せるんです、その足をね。そしたらもう足の甲も裏もまん丸く腫れ上がっている。だから歩くことができない。それでまあそれじゃあ大変だって言うんで、私がね肩を貸してあげるから肩つかまえなさいって。でもうその倒れた校舎がもう山のようにねなってるわけですよ。でその一番高い山の上からその友人を抱えて一歩一歩降りていったわけです。そして降りたところでやはり兄さんのね助けてっていう声がね、私たちは2階におりましたけど下の校舎から聞こえるわけです。だけど私としてはね友達を一人助けるのに精一杯ですから、もうそれどころではない。だけど名前は何ていうのとかねいろんなことをまあ無駄なことを言ったような気がするんですけど、助けるっていうことはまあできませんわね。それでまあそのままその友人を肩に担いで、それでこちらの辺りこの辺へ来たんだろう思うんですよね。ここに道がありますでしょ。そしたらあっちのもう市内の方からの避難してきた人たちダーッとここへ流れてきているんです。そして2人はそこにもう呆然と立ち尽くしてしまったんです。でまあ下敷きになっている間にいろいろ考えてもわからないことだから出てみればそういうふうなね不思議な人たちの姿に出会ったわけです。そうしてもう怪我をしているとかやけどしているとかいうふうなことはわからないんです。ただみんなが真裸なんですよね。もう真っ裸の人がずらーっと何百人という行列ができているわけです。
ほんでそれがもう口々に何かを叫びね、そしてわめいているわけですよ。で私たちもまあ群衆心理といいますかね、すっとその流れへ入っていきました。でその友達を引っ張りながら引こずるようにしながらその友人を連れてその流れの中でね一緒に歩いております。だけどその時に私たちもね、まあその父母や兄弟たちがねどういうふうになっているんだろうかと案じていましたけど、その現実を見てね、父や母もこんなふうになっているんだろうかって思ってね、そして2人がまた大声でね、そのわーっと2人が泣きながらその流れに入り、で名前を呼びながらね、そして出家園までいつの間にかね出家園まで来ておりました。これどころではありませんのよ。だけどまあこれは私が思い出すままに書いたんですけども、続々とね市内からどんどんこの出家園のこの岸辺へね集まってくるんです、避難者が。そしてまあ兵隊さんとかね中学生も女学生もたくさんおりまして、それがもう全部の人がやけどをし傷つきね大変な状態になっているわけです。だけども私たちはその目の前で次から次へとその人たちが亡くなっていくわけです。そして水が欲しい水が欲しいとみんなが言うわけですよ。だけどもどうしてあげることもできないっていう、状態ですし、私たちは子供だからまた自分そういう恐ろしさにガタガタ震えて座っていたんです、ここへね。そしてその時の兵隊さんたちがたくさんおられましてね、こういうふうな船を2、3艘手配をしてこられてね、それで泳げない人だけ、子供とか老人とか泳げない人をこの船へ運んで連れていくということになります。それで私なんかは泳げるもんですから、それで友人を船へ乗せてもらいましてね、で私は泳いで渡りまして、でその途中で若い20歳ぐらいの兵隊さんがね私たちに付き添ってくれていたんですね。あちらへ避難する時に、それで川を渡り東連兵場へね避難していったんです。だけど時間としてはねその距離としては近いんですけど、とても時間がかかりまして、全部家が倒れているわけですから、それで火を吹いている場所もあれば、もう全然通ることのできない道もあるいうようなことで、とっても時間をかけてね練兵場へ向けて、人々はみんなそれでそっちへ向けて走っていったわけです。そしてその時にその兵隊さんも友人も私たちもみんなそこの草むらへドーッと倒れてしまったんです。やはり広い場所へ来たというね安心感がやっぱりあったんでしょうね。それまでの恐ろしいいろんな怖い目をしてようようそこまでたどり着いたと、もう放心状態になってしまいました。そこへみんな倒れてしまいました。もう瀕死の重傷を負っておられましてね、それで友人も歩けないって言うんですから、それをもうとにかく一歩一歩引こずるようにしてその場所からねまた山の上の方まで連れて上がったんです。そしたらその時に私が今でももう目に焼き付いてね離れないのは、山の上から見た広島市内のものすごさ、双葉の里の山です。それで市内を一望した時にもう全市が火の海で一番燃え盛っている時を私見ましてね、でその下を這うように人々がねその火の中からこう這うようにして出てきていらっしゃるんですよね。そのものすごさにねとってももう肝が潰れる思いがしました。それから下山の方へ向いて逃げていったり
いろいろ時間をかけましてね、彼女のお父さんに出会ったんです。でその人の家へ私は一旦もう自宅へは帰ることができませんからね。それでその友人は段原だったんです。それで線路を伝って段原へ行きまして、そして段原のその友人の家へ着いたら、まあお母さんが真っ青になってね、心配して待っておられまして、で私はまあ家族のことがまだね気遣われてなりませんし、どうなっていることやら、家がどうなっているやら、家族がどんなふうになっているやらわからない。もう胸がちぎれるほど心配しましてもどうにもならないんですけど、それが夕方の7時頃、夏のことですからまだ明るかったです。それでその時にその彼女のお父さんに自転車に乗せてもらって、そして私の家のある方へ帰ってきたんです。そうしたところが私の家はきれいに焼けているわけですよね。そして私はまた泣き叫びながらね、みんなそういうふうにね叫んでおりました。とにかくみんな大声でね叫んで、まあ何かを言ってたんだろう思うんですが、そしてそうしているとね、上の方から私の姉が一升瓶の開いたのを持って降りてきているのであったんです。ほんでまあ姉さんと言ってまあね無事を確かめ合いながら喜び合ってね、お父さんや母さんどこにおるのって言いましたら、牧後におるからで急いで姉と一緒に取って返しましたね。父もいた、母もいた。私はもうへなへなとそこへ座り込んでしまいまして、妹も元気でおりました。でも喜んではいられない状態が、父はすでにもう規則延々とした状態でそこに横たわっておりました。そして母はすごく重傷ややけどを負いながらもその父を看病に当たっておりまして、そして私は父の状態を見ると、やはり私が今まで嫌というほど見てきた人たちと同じ状態になっておりました。そのうちに父はトラックに乗せられて県病院の収容所へ連れて行かれてしまったんですね。そしてまあ治療してもらえるものだと思っているから私たちは牧後の中で待っていたんですが、姉がとても治療をこの状態じゃしてもらっていないに違いないから私連れ戻しに行くと言いましてね、県病院まで行きまして父を探し求めて、そして父を近所の第8車を借りて連れて帰ったんです。それがまあ8日のことなんですけど、でも父は私たちのところへ連れて帰ってくれてよかったって喜んでおりまして、で10日の朝いろいろなことに心を残しながら、息子は戦争へ行っているし、みんな離れ離れになった状態のことをね気遣いながらも10日の朝にとうとう亡くなってしまいました。まあ今40年も経ってね思いますのに、まあ父や母やみんながああいうふうな苦労をしてきて私たちも今は少しはまあ安らかな日々を送ってはおりますけども、ある日息子がね私に言いまして、お母さんあんな濃厚な放射能を浴びて、そして原爆症にもかかり大変な病気を数々しながら僕を産む時には心配はなかったって聞きましたんですね。で私はとってもまあ愕然としましてまあ私は自分だけの問題としましてね、そしてまあ被爆体験もいろいろな方に話もしてきて、まあこのまま私は年老いて死ねば、まあ、一応全ては終わるんだと思っておりましたけど、やはりそうではないんですね。まあ次の代までもね悪影響を及ぼすかもわからない、そういう不安や恐怖を残しているいうことに今更ながら私は憤りを感じておるんです。ですから核廃絶人類のね滅亡につながるかもしれない核廃絶の心から叫んでねやみません。
それで私はこうして被爆体験を話し、こういう証言でね、今の平和がいつまでも続くことにね、役立つことを心から願ってやめますようです。